簡単に自作できる音にこだわった AM ラジオの制作で制作したラジオです。デジタル選曲の高級ラジオよりずっと音が良かったです。しかし、三端 CM ラジオ IC を利用したラジオで感度が悪く NHK ぐらいしか聞こえません。このラジオはダイヤルで選曲するタイプのラジオです。音を聞いてみると、スピーカーが小さいので低音が出ませんし、高音もこもった音に聞こえます。しかし、チューニングを少しずらすと、このように高い音が聞こえるようになり、すっきりした音を再生します。今回の動画は、AM ラジオ用 IC、LA1600 を使ったスーパーエテロダイン方式のラジオの制作です。三端子、AM ラジオ IC より高感度で、そして高音質なラジオの制作を目指します。この LA1600 はすでに製造中止になっていますが、現在でも容易に入手可能な IC です。セラミックフィルターは選択度と音質に関係する部品です。制作するラジオはセラミックフィルターを差し替えられるようにして、フィルターによる音質の変化と渾身の様子を確かめてみたいと思います。今回のラジオは少し複雑ですが、できるだけ簡単に作れるように工夫していきます。制作を始める前に、まず AM 電波について理解を深めておきたいと思います。赤で書いたこの波形は音声信号を表しています。AM 放送では 20Hz から 10kHz 程度の周波数が含まれます。半送波と書かれている波は電波の波形を示しています。例えば NHK 第2の場合、693kHz の制限波です。AM ラジオの電波は音声波形の振幅でこの半送波の振幅を変化させて得られます。AM 変調波を見ると、半送波の上下の崩落線が音声信号になっていることがわかります。しかし、この信号の平均を取るとゼロになってしまうので、音声信号は取り出せません。そこでダイオードで上半分を取り出して平均して音声を取り出します。AM 変調波から音声を取り出す最も単純なラジオがゲルマラジオです。このバリコンとバーアンテナで放送局の電波に同調して AM 変調波を取り出し、このゲルマニウムダイオードで上半分を削り取って平均して音声を取り出します。しかし、ダイオードが動作するには 0.1V 以上の電圧が必要なので、弱い電波では音声を取り出せません。そこで、この問題を解決したのが、三端 CM ラジオ IC を使ったラジオです。このラジオは、ゲルマラジオの時と同じで、バリコンとバーアンテナで放送局の電波に同調して、AM 変調波を拾い出します。AM 変調波は、この IC で電波のまま増幅されて、トランジスタをダイオード的に使った回路で音声信号を取り出しています。電波が増幅されているので、ゲルマラジオでは音声信号が取り出せなかった弱い電波の放送も受信できるようになりました。帽子かぶってペッター語やかましい。男は高安の女のところには。私の住んでいるところでは NHK の2局と民放の1局はなんとか受信できるのですが、その他の放送局は音が小さく、さらに雑音にうずもれて受信できません。民放のラジオ電波がなかなか受信できない理由は、同調回路の特性が関係しています。このパワースペクトル密度関数とは、信号のエネルギーの周波数分布を示しています。音声信号は周波数が高い成分のエネルギーは小さくなっています。この図は AM 放送波に含まれるエネルギーの周波数分布を示しています。半送波の両脇に対照的に音声信号のパワースペクトルが分布しています。バリコンとバーアンテナの同調回路だけで電波を選択する場合、周波数が低いときは一つだけ選択できますが、周波数が高くなると選択度が悪くなるので混信が生じやすくなってしまいます。そこで選択した電波をすべて同じ周波数 455kHz の中間周波数に変換して必要な帯域を得るような同調増幅器で増幅すると、すべての周波数の放送局の電波を混信なく高感度で受信できるようになります。中間周波数増幅回路の帯域幅を
広めに設定すると高音質なラジオになります。このように電波を中間周波数に変換する方式のラジオをスーパーエテロダインラジオと言います。だいぶ前に見よう見まねで設計したスーパーラジオです。この実体図を使って簡単にスーパーラジオの構成と利用する部品を説明しておくことにします。まず、2連バリコンの一方の可変コンデンサーとバーアンテナコイルで同調回路を構成します。2連バリコンの他方の可変コンデンサーとオシレータコイルで同調周波数より 455kHz 高い周波数で発信します。2連バリコンの2つの可変コンデンサーは連動しているので、周波数変換回路で同調したすべての周波数の電波は 455kHz の中間周波数に変換されます。中間周波数増幅回路は黄色と白と黒い色が塗られた中間周波数トランスを使った同調回路で増幅されます。十分に増幅された AM 変調波はダイオードで検波されて音声信号に変換されます。その信号をオーディオアンプで増幅してスピーカーを鳴らします。これが LA1600 を使ったスーパーヘテロダインラジオの実体図と回路図です。先ほどの回路図と比較すると、高周波回路、低周波回路ともに IC を使ったのでとてもすっきりしています。左側に並んだ部品がラジオの主要な部品です。上から AM ラジオ IC、LA1600、フェライトバーアンテナ、2連バリコン、オシレーターコイル、中間周波数トランス、そしてセラミックフィルターです。部品と回路図の対応は、LA1600 は9本の足があるこの部品で、フェライトバーアンテナは点線の四角で囲まれたこのコイル、2連バリコンはこの四角で囲まれたシンボルが該当します。オシレーターコイルはこの点線で囲まれたコイル、中間周波数トランスはこの四角です。そしてセラミックフィルターはこのシンボルです。LA1600 を使った回路は今回はこのユニバーサル基板を起用します。この実体図は実物大の大きさで書いてあります。部品の下に透けて見える青い線が配線パターンです。スズメッキ線や抵抗、コンデンサーの部品の足を利用して配線します。それではこの実体配線図をもとにラジオの回路を組み立てていくことにします。ユニバーサル基板には横に15、縦15の穴が開けてあります。はじめに1決めのために11個の端子をハンダ付けします。これらの端子はスズメッキ線を曲げてハンダ付けします。ハンダ付けした後に U 字形であった端子をラジオペンチで潰してあります。このようにすると端子にハンダを乗せて加熱した時のぐらつきが少なくなります。LA1600 用のソケット、それからセラミックフィルターをピンヘッダーに取り付けた大きさに合わせてこのようなソケットをハンダ付けしました。普通、ラジオ用の IC などは直接ハンダ付けするのが普通ですが、今回はピンソケットを使っています。このピンソケットは上が3連、下が4連です。ピンヘッダーに取り付けたセラミックフィルター用のソケットです。セラミックフィルターを交換して音質の変化を見るためにソケットを利用しました。こんな感じに差し込みます。セラミックフィルターの上側、一番左の足は使っていないので配線の邪魔になる理由でピンソケットは省いて3ピンにしてあります。次にこのオシレーターコイルと中間周波数トランスを基板に取り付けます。取り付ける前にオシレータコイルの金属ケースのこの足を折り曲げておくことにします。同じように中間周波数トランスの足も折り曲げておくことにします。基板に取り付けた後にスズメッキ線をハンダ付けしてグラウンドに接続することにします。オシレーターコイルをユニバーサル基板に取り付けるとき、3本足の部分ですが、ユニバーサル基板の
穴の真ん中に位置してしまい、差し込むことができません。そこで、この部分に1ミリのドリルで穴を開けることにします。同じように、中間周波数トランスの3本足の真ん中の足を差し込むために、この位置に1ミリのドリルで穴を開ける必要があります。さらに、トランスのピンの間隔とユニバーサル基板の穴の間隔がほんの少し違うので、トランスの足の間隔を少し広げて押し込むようにします。足を少し広げてユニバーサル基板に、オシレーターコイルと中間周波数トランスを位置決めした場所に差し込みました。これで所定の位置に大きめの部品の取り付けは終了です。この後は残りの部品、抵抗やコンデンサーをハンダ付けしていきます。残りの部品はコンデンサーが5個と抵抗が2本です。以上の部品を所定の場所に差し込んで、そして曲げた部品の足を使って実体配線図に示した配線パターンを作っていきます。抵抗とコンデンサーを基板に差し込んで、裏側で足を曲げて仮止めした後の様子です。実体図では分かりづらいのですが、円筒型の部品である電解コンデンサは極性があります。図で IC 側がプラスで、外側のグラウンド側がマイナスになるように差し込んでください。これ以外のコンデンサーはセラミックコンデンサーで、プラスマイナスの極性はありません。もちろん、抵抗にも極性はありません。このように差し込んだ後に、それぞれの部品を曲げて、このような配線パターンになるようにハンダ付けしていきます。上から見た図に従って、これらの部品をハンダ付けしてきました。次に配線をしますが、上から見た図を見ながらでは配線はしづらいので、上から見た図をミラー反転した下から見た図を作ってみました。そこでこの基板をひっくり返して、今度はこの図を見ながらスズメッキ線を曲げてハンダ付けして配線をしていきます。この配線パターンは抵抗やコンデンサーの足だけで完成した配線パターンです。比べてみますと、まだこの辺りの配線やこの辺りがまだなので、細かな部分の配線を漏らさないように注意して、左右をよく比べながら残りの部分をスズメッキ線で配線していきます。最後に1箇所赤いジャンパー線をハンダ付けして基板は完成です。バリコンとフェライトバーアンテナを取り付けて動作確認をしたのですが、うまく動きませんでした。少し焦りましたが、よく見るとこの部分とこの部分がつながっていました。ハンダ面より見た配線パターン図の通りに修正したところ、ちゃんと動作しました。一安心です。完成した基板にバリコンとバーアンテナコイルを取り付けました。試作基板が失敗の可能性があったので、ピンヘッダにハンダ付けした IC をピンソケットに取り付ける方式にしましたが、今回の基板でうまく動作するので、自作する場合は直接基板にハンダ付けすることをお勧めします。セラミックフィルターです。セラミックフィルターは交換するのでピンソケットに取り付けてあります。この3つの足がグラウンドです。このピンが入力で、こちらが出力です。ピンソケットに取り付けます。無調整の状態で電源を入れてみます。無調整でも電波は受信できるようです。しかし、高感度にするにはトラッキング調整が必要なので、はじめに説明しておきます。2連バリコンはフェライトバーアンテナと同調回路を構成します。このトリマーコンデンサーの調整で同調する周波数範囲が決まります。実測した値をもとに計算すると、トリマーを最大にして504キロから
1625キロに同調すると計算できます。この結果を模式的にグラフにすると、このグラフになります。2連バリコンはオシレータコイルと共振して極発信号を発信します。このトリマーを調整すると発信周波数が変化します。この変化は高い周波数の変化が顕著になります。この様子を模式的に示すと、発信周波数が低いとほとんど変わりませんが、高い領域ではこんなに変化します。この図を見てもわかるように、同調周波数と極発の周波数を常に 455kHz にするためには調整が必要になります。測定器を使わない簡易調整方法は、まず周波数の低い NHK 第1を受信して、音が最も大きくなる位置にオシレーターコイルのコアを回して合わせます。次に周波数ができるだけ高い、音がかすかに聞こえる程度かもしれませんが、バリコンを回して選曲します。そしてこのようなトリマー調整棒でバリコンのオシレータートリマーを音が最大になるように回します。このような操作を数回繰り返すと、理屈の上ではトラッキング調整ができるはずです。次に周波数の高い放送局を選曲して、バリコンのアンテナトリマーで音が最大になるように調整します。フェライトバーアンテナのコイルを左右に動かして低い周波数の調整をする場合もありますが、このコイルの場合、今までこの辺りで NHK はよく聞こえるのでいじらないことにします。分かったような説明をしましたが、実際にやってみないとわからないといった感じです。実際に調整してみます。選曲ダイヤルメモリの 594kHz ぐらいに合わせて NHK 第1を受信します。オシレータコイルのコアを回して最も大きい音になるポイントを探します。次に高い周波数、放送局を探してオシレータトリマーを調整します。もう一度 NHK を受信します。オシレータコイルのコアを回して調整し直します。さあここは得点のチャンス。4回の表、阿南光の攻撃、5回フォーム。ピッチャー林がセットポジション投げました。インコースへ打ちました。周波数の高い放送局に同調して再度オシレータートリマーを調整します。あまり音が大きくならないのでアンテナトリマーを調整して変化を見ます。今度は大きな音が聞こえるようになりました。調整はこれで終わりです。ダイヤルメモリと放送局の周波数を合わせるのは難しいですが、なんとか聞こえるようになります。旦那が元気じゃないと。北関東で受信できるメジャーな放送局は全部受信できるようになりました。フライトバーアンテナは指向性があるので向きを変えると感度が変わります。1530kHz の栃木放送も受信できるようになりました。調整すると三端 CM ラジオ IC では真似ができない高感度なラジオになります。簡易調整ではダイヤルメモリと放送局の周波数の一致は目をつむりましたので、今度は測定器を使ったもう少しまともな調整をしてみます。ラジオ IC LA1600 の3番ピンに出ている極発周波数を測定することで調整を行います。バリコンとバーアンテナの共振周波数の範囲は実測したバリコンの可変範囲ではだいたい500から 1600kHz だったので、局部発信機の発信周波数も950から 2050kHz ぐらいの範囲になるように調整します。はじめにバリコンを半時計回りに目いっぱい回してオシレータコアで極発を 960kHz あたりに調整します。次に時計回りに目いっぱいに回して2050kHz ぐらいになるようにバリコンのオシレータトリマーコンデンサーを回して調整します。周波数が高い領域では少し触れただけで大きく変化するので大体の値で妥協します。この操作を繰り返します。594kHz の NHK 第1が局部発信周波数 1050kHz で最も大きな音で受信できていますね。周波数が低い領域では同調回路と
曲発のトラッキングはあったようです。今度は周波数の高い放送局を使って同調回路の微調整を行います。放送局を選択してバリコンのアンテナトリマーを調整して音が大きくなるところを選びます。簡易調整よりはうまく調整ができたと思います。最後に念のために中間周波数トランスのコアを回して音が大きくなるポイントを探して終わりです。ラジオ部分は完成したので次にオーディオアンプ部分の制作を紹介します。オーディオ回路に利用する IC は TDA2822 を利用します。アンプユニットが2つ内蔵された低電圧動作可能なパワーアンプ IC です。このアンプを BTL 接続で利用します。少ない部品で製作できます。何より出力に容量の大きな大型の電解コンデンサーが不要になるのが大きなメリットです。その結果、小さな基板で組み立てられます。基板はこの銅張り基板を利用します。基板はルーターで銅箔を削り取って行うので、できるだけ単純な直線になるように考えます。8ピンリップ IC の足の間隔に合うように現物を合わせてパターンを書いていきます。清書したパターン図を元にして銅張り基板にマジックで写し取っていきます。リップ型 IC の足の間隔だけは正確に基板に反映する必要はありますか？平行やコンデンサーに関しては足の長さは基板に合わせてちょん切ればよいので、リップ型 IC の間隔だけ問題がなければ残りは適当な間隔で問題は生じません。マジックで回路パターンを描いた基板は小さいので、粘着ゲル両面テープで木片に取り付けて、切断砥石をつけたミニルーターで削っていきます。ミニルーターを固定して木片をスライドさせる方法が削りやすいです。直線で平行になっている回路パターンはこのように簡単に削ることができて楽ちんです。パターンが完成したら必ずテスターの導通チェッカーできちんと絶縁できているのかをチェックします。縦の線と横の線のコーナー部分に削り残しがよくあります。導通チェッカーでの確認が終われば基板は完成です。完成した銅張り基板でオーディオアンプを製作します。基板に綿棒でペーストを塗っておきます。8ピンの IC ソケットの足の間隔を少し広げておきます。はじめに1箇所の足をハンダ付けして残りの足の位置決めをします。それぞれの足がパターンからずれていないことを確認してハンダ付けします。10マイクロのコンデンサーをハンダ付けします。0.01 マイクロのコンデンサーをハンダ付けします。100マイクロの電解コンデンサーをハンダ付けします。角下の足がマイナスです。4.7 オームの抵抗をハンダ付けします。0.1 マイクロのコンデンサーをハンダ付けします。2.2 マイクロの電解コンデンサーをハンダ付けします。図の右側がプラスです。最後にマジックで電源、グラウンドを書き込んで 50kΩ のボリュームを取り付けて完成です。最後にラジオが完成したのでセラミックフィルターの帯域で音質がどう変わるか実験してみます。このフィルターはプラスマイナス 2kg の帯域の最も狭いフィルターです。なお、簡単に自作できる音にこだわった AM ラジオの制作で使ったスピーカーを使っています。市販のラジオに切り替えてみます。非常にスピードも多いんですが、2点ビハインドの場面で第1球を投げました。打ちました、ファウル。
サングラジオとほとんど同じように聞こえます。いかがでしょうか。2対0、2点を追いかける京都国際高校。初球ストレート。次にプラスマイナス 15kHz の交代域フィルターに切り替えてみます。7番。ここは1点を返してさらにワンアウトランナー一塁二塁。7番のいかがでしょうか。帯域の広いフィルターに変えるととてもはっきり聞こえるようになるのがお分かりになったでしょうか。帯域を広げると大域のノイズが増えますか。鼻筋が通った音になってとても聞きやすくなります。ツーアウトランナーが一塁二塁に変わります。今回の動画は長編になってしまいましたが、自作しようと考えている方のために少しでも役に立てばと思い、できるだけ詳しく解説しました。概要欄にはラジオ回路の実体図や自作するときに必要な情報のリンクを載せておきましたのでご利用ください。あり合わせのケースに入れてトイレでダイヤルを減速して同調しやすくしたラジオです。ダイヤルに周波数を書き込めば完成です。ラジオの箱が小さいので低音は出ませんが、聞きやすい音のラジオになりました。まあそうなんだけど、脱衣所って寒いじゃない。先月2月の生活費を計算したら FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています。八木亜希子ラブ&高い倫理、高い学力、国際理解、海林塾で輝く未来を切り開こう。海林塾は自己学習能力の育成、主体的に学ぶ力を身につけることに力を注ぎます。瞳輝き、学ぶ喜びにあふれる海林塾。